じられねえんだけどな。末継のパノスパがダウンヒルで抜かれるなんて。末継のダウンヒルって本当にすげえぜ。走り込んでるから食いついていこうと思ったらそれだけで自殺行為みたいなものだったのに、なんか俺らの想像力が追いつかねえ世界だよ。増えてる。ヒルクライムで河合とやるのは8200系とかいう通勤型の造血車らしいけど、そいつもあの2000系のドライバーと同じくらいのレベルだとしたら。けどよ、名古屋本線はパノスパの脱線転覆で有松左京山間が普通なんだろ。このまま中止なんて絶対認められねえし、区間短縮か延期かな。おーい、運転法来たぞ。中部国際空港からスタートするってよ。常滑空港線は空港特急ミオスカイのホームコースだ。これなら河合に有利なんじゃねえか。バカ、違うだろ。向こうがそれを飲んだってことはコースが急に変わっても勝つ自信があるってことだろ。圭介、お前が言い出したことだし、涼介も反対しなかったから常滑線でバトルすることになったけど、本当に大丈夫なのか。下見はしたし攻略も考えてある。チームの戦歴に黒星をつける気はねえから心配するな。誰か乗ってやがるな。前見えないよ。パノラマから楽しみにしてたのにな。あれ下見だったのか。涼介はどうなんだよ。信用ねえな。 D のドライバーがそう言ってるんだ。勝つよ。プロジェクト D のエースの実力をよく見とけよ。涼介さんダブルエースって言ったもん。よーし、スタンバってくれ。始めるぞナバリ。河合敦郎だ。高橋圭介。相手を威圧することもなく、かといって虚勢を張っている様子もまるでない。ミュースカイが空港連絡特急なのは知ってるはずだ。なのにわざわざホームコースの常滑空港線を指定してくるとは。絶対の自信があるってのか。何なんだこいつら。敦郎、得体の知れない連中だが、地元でこれ以上好き勝手されてたまるかい。意識するな。自分のペースを守れ。それができなかったから俺はあのざまだ。それから一つだけ教えておく。お前の走りのスタイルにはあまり関係ないかもしれないが、あいつら伏線をまたがずにドリフトするぜ。何言ってんだトール。この目で見ていても信じられないんだが、イン側の車輪を浮かせたままコーナリングするんだ。とにかく気をつけてくれ。勝てよ敦郎、頼むぜ。よしカウント始めっぞ。なんだこのバカでけえホームドア、意味あんのか。いいから早く乗れ。それじゃカウント始めんぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。始まったぞ上り。高出力の 3VF 制御車同士だからな。誘導障害がビンビン来るぜ。すんげえ迫力。カットビルクライム。標高差数メートルだけどな。
簡単には負けねえぞ。セブンスターリーフの言うとギフで、俺だって伊達にここを走り込んでるわけじゃねえからな。こんな時に無理しないで、いつ無理するってんだ。トールだって車ぶっ壊すまで頑張ったんだぜ。見せてやるぜ、全開ヒルクライム。来たぞヒルクライム。厳しい。名鉄最強の2000系ミューズ界が煽りかまされっぱなし。今まで見たことない光景だぜ。やばすぎるよセブンスターリーフ。決して軽くはないミュース界だけど、それをグイグイ引っ張り上げる心臓をこいつは持ってる。ヒルクライムパワーだ。よし、先行してる。頼むぜ可愛い、そのまま逃げ切れ。アツロ、俺たちが相手にしてるドライバーは途方もない相手だぞ。格の違いを思い知らされたぜ。勝ち目はないかもしれねえけど、地元の意地を見せてやる。それにしてもすごいやつらだぜプロジェクト D。 こいつらにはオーラがスタこっちは腹っ玉気をつったわ。さくら先生。ストレートの伸びが結構やってある。自然動機はパワー出てる。問題はそのパワーをどれだけ使えるかだ。はえ2列車とも。よし、いける。トールが言ってた通り、自分の走りを見失ったら命取りだぜ。ノッチオンの時間を少しでも長く。軌道の上ではセオリーを極めたやつが一番速い。派手なドリフトもアクションも無料だ。俺は俺の走りで行く。クレイジーなツッコミとドリフトのド派手な末継ぎトールと比べると、河合のグリップ走行は一見地味に見えるけど、確実にタイムを削り込んでいく理論派だからな。河合はこの先の直線区間に飛び込んでしまえばアドバンテージを広げてフィニッシュだ。ところでお前なんで3登録ってんの。なぜかセントレアで売ってたんだよ。青山でいまいちだし。抜けるもんなら抜いてみな、2枚目の坊や。いい気になるな。あんたの走りは見切った。藤原と同じ手は使わない。サーカスは藤原に任せておくぜ。これは俺のやり方でいく。いいのエースは俺だ。ふやけたコーナーリングしやがって。ちっ、面白みのねえ走りだぜ。地味すぎら。パワーを生かして開けられる区間だけきっちり開けていこうってことか。タイムアタックでタイムを詰める理屈を一応知ってるやつだな。だけど軌道の詰め方はそんなにシンプルじゃねえぜ。俺に言わせりゃその走りは甘い。ストレートだけで開けるならバカでもできる。こっちだって伊達に理論派の兄貴にしごかれてきたわけじゃねえんだ。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の本物の最速理論を。分かった。現在地は西の淵あたりか。苦戦してるのかな。いくら圭介でも仕掛けるのは難しいかな。意地でも仕掛けていくだろう。あいつの性格考えれば。冬の間あいつには勉強させたからな。
ちゃんと座らせて。圭介が勉強？はい、掛け算。21が2、2俺人が4、バトルに関係あんのかな。 2が8、2が10。遅い。さあ解け。早く解け。プリンを黙って食べたのは俺です。よし、いいか圭介、今日はこれを教えよう。早く教えてくれよ兄貴。あいつは別に頭が悪いわけじゃないんだぜ。入ってないだけで。今はかなりのところまで理論を理解できているんだ。入ってなかったから。格段に進歩してる。あのミュースカイは今の圭介が手こずるほどの相手じゃない。立ち上がりのパワーはこっちが勝ってる。ストレートは俺の方が伸びる。何かやるつもりなんだろうが、コーナーで仕掛けてくるのは無理だろう。このまま新米湖を過ぎれば常滑戦最長のストレートだ。よし、勝てる。このバトル必ず逃げ切れる。ストレートに飛び出してしまえばコーナーで食いつかれてもいくらでも引き離せるんだぜ。なんだこりゃ。言っただろ雨って。立ち上がりで外からやられた。一体何が起こったんだ。いや、考えるのは後回しだ。ここからしばらくはストレートが続く。トールは車が壊れるまで踏ん張ったんだ。諦めるのはまだ早いぜ。ついていけない。差が開いていく。トップスピードは向こうの方が伸びてるんだ。コーナーで抑えきれずストレートでも追いつけないんじゃ。もう俺に勝ち目はない。根本的にレベルが違う。トール、みんなすまん。夢？かわいい、仮眠終わりだぞ。おう。よし、行くか。新幹線に乗るんだけど。快速特急か特急で名古屋駅で乗り換えです。え？ちょっと待て。負けたら乗務を外れる約束をしたのはトールだろ。来ますよ。
プロジェクト D。 いえ、あの車は使いません。あまりにもあっけなく勝負がついてしまいますよ。ただ世の中には本当に速いやつはいっぱいいるってことを思い知らせてやりたいだけですよ。そん時はお願いしますよ、トモさんに。けど俺絶対負けないっすよ。